どうもこんにちは、ゆきこです。今日はですね、DJ を始めるときに購入しないといけないもの、揃えないといけないものについてちょっと今日は話していこうと思います。DJ とかって他の楽器みたいに、例えばギター1個あれば、とりあえず始められるみたいな分かりやすいものが1個何かあるわけではないので、ハードルが高そうっていうか、揃えないといけないものがいろいろあるイメージがある方も多いんじゃないかなと思うんですけど、DJ 機材って基本電子機器なので、技術の進歩みたいなものの恩恵を受けやすいんですよ。ここ数年だけでもめちゃくちゃ状況変わってきてます。すごい手軽になってきてる。音楽の聴き方とかも変わってきてるじゃないですか。例えばレコードで聴いてたのが CD になって、でネットからダウンロードしてくるようになって、で今はストリーミングが主流かな。そういうのに合わせて DJ の形も変わってきているので、今日はねそんなにハードル高くないよというか、意外と簡単に始められるよっていうのを喋っていきたいなと思います。 DJ に興味があるっていう人はね、ぜひ最後まで見てってください。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずはですね、PC とか、あとはスマホですね。この辺は持ってる人が多いんじゃないかなと思うんですけど、そんなにスペック高いもの必要ないので、後々紹介するんですけど、DJ アプリが動く環境であれば大丈夫です。例えばレコードボックスっていうアプリで言うと Windows 10以降、Mac だったらベンチュラ以降かなが動くもの。メモリは 8GB 以上であれば大丈夫です。ちょっと複雑な処理をするような操作をしたいんだったら 16GB 以上あると安心かなっていう感じですね。それぞれのアプリで動作環境はちょっと調べてみてください。そんなにハードル高くはないかなと思います。PC 持ってない人とか、持ってるんだけどすごい古いんだよねっていう人はスマホでも十分できます。スマホとかタブレットのアプリだとこんな感じのシステム要件になってます。僕が使ってる iPhone 13 mini みたいな結構古めの iPhone でも全然動くので、とりあえず手持ちのスマホで大丈夫です。この PC スマホが今の DJ のほとんどと言ってもいいと思いますね。この中に曲を入れておいて、でその曲を使ってアプリでミックス作業をするので、スピーカーもついてますしね。もう今はほとんど PC とスマホで済んじゃいます。憧れるけどね、正直。でっかい CDJ とかレコードプレイヤーとか、あとは壁一面のレコードとかね。いつかはとは思うけども、でも今は絶対に必要っていうわけでもないですね。ほとんどもうこれで済みます。めちゃくちゃ手軽になってる。で、この中に DJ アプリを入れないと DJ ができないわけなんですけど、この DJ アプリの中で楽曲の管理、分析とかミックス作業とか全部やることができます。プレイヤーとかミキサーをシミュレーションしてくれるわけですね。で、この DJ アプリも有名どころがいくつかあるんですけど、例えば PC だと DJ とかセラート DJ とか、さっき言ったレコードボックスとか、あとはトラクターとか。何が違うのかっていうのはね、ほぼ最近は差がなくなってきてるので、自分で使ってみて手に馴染むものとか、あとは周りに使ってる人が多いとか、そんな感じで決めちゃって大丈夫だと思います。あとは自分がもう使いたい DJ 機材が決まってるっていう人は、その機材に対応したアプリを選ぶといいですね。基本的には DJ 機材とアプリって対になってるものなので、セラートだったらセラート用の機材、レコードボックスだったらレコードボックス向けの機材みたいな感じで分かれてます。最近はね、いろんなアプリに対応した DJ 機材も増えてきているので、この辺は DJ 機材の紹介ページとかアプリの対応機種一覧とかで確認してみてください。スマホだともう少し選択肢は狭まりますね。さっき言った DJ とかレコードボックスがスマホ用のアプリも作ってくれているので、その2つがおすすめかなと思います。普通にミックスする分だったらどちらも十分な機能を持ってるので、とりあえず両方試してみるのがいいんじゃないかなと個人的には思いますね。どっちもダウンロードするだけだったら無料なんで。それでもどの DJ アプリがいいか迷っちゃう人とか、あとはとりあえず始められれば何でもいいやっていう人はレコードボックスをおすすめします。アルファシータっていう会社が出してるアプリなんですけど、もともとパイオニア DJ っていう社名で DJ 機材もアプリも両方作ってるメーカーです。聞いたことあるっていう人も多いんじゃないかなと思うんですけど、実は DJ 業界引っ張ってってるのは日本の企業さんだったりします。機材とアプリを両方作っているところなので、このアルファシータ製の機材を使っているとレコードボックスも無料で使うことができるようになるので、これがやっぱり強いですね。他のアプリだとね、どうしてもまともに DJ しようとするとお金が必要になってくるので、ちょっとでも出費を抑えたい人はレコードボックス一択です。そしてこのレコードボックスと DJ とセラート DJ っていうアプリは音楽ストリーミングサービスの Apple Music、Spotify と連携することができます。ストリーミングで DJ することができるってことですね。これすごいよね。去年できるようになったばっかりなんですけど、これでだいぶハードル下がった感じありますね。
今まではね、やっぱり DJ しようと思ったら大量の音源が必要になってきたんですけど、レコードだったり CD だったり、ネットからダウンロードしてきたりとか、方法はいろいろありますけど、とにかく音源を PC なりスマホなりに保存しておかないといけなかったんですよ。そうなってくるとやっぱり集めるのにお金も時間もかかるし PC の容量も食うので管理するのが結構大変でした。これがねやっぱり一番ハードル高いと思います。なんだけど去年のサブスクとの連携以来 Apple Music とか Spotify の会員の人はその中の1億曲を使って DJ をし放題になったので普段聴いてるプレイリストとかもそのまま使えたりとかして管理とかもすごい楽だしね。ネット環境さえあれば本当にこれ一つで DJ できるようになりました。めちゃくちゃ時代が変わった感がありますよね。なのでとりあえず DJ ってどんなもんか触ってみたいっていう人は今この動画見てるデバイス何でもいいので DJ アプリを入れてみてで Apple Music か Spotify を契約してください。そうすれば始めることができるのでアプリの使い方とかもね過去に動画でまとめてるのでそっちを見てもらえればなと思うんですけどそれを見てもらえるととりあえずミックスするところまではいけるんじゃないかなと思います。じゃあですよ、実際今言ったみたいに DJ やりたいんだったら PC 一つあれば済むわけじゃないですか。この中に曲が入っていて、で、この中のアプリを使ってミックスを全部やるので、実際これだけで DJ はできます。できるんだけど、DJ やってる人ってなんか大層な機材使ってるイメージありません？なんかこういうね、円盤が2つついてて、つまみとかボタンがいっぱいある感じの。これ何っていう話じゃないですか。実際これ自体に曲を再生する機能があるわけでもミックス処理ができる機能が備わってるわけでもないんですよ。これ単体では。これが何かっていうと今言った PC アプリとかスマホの DJ アプリを操作するためのコントローラーです。PC のね画面一つとっても所狭しにこう項目とかいっぱい並んでる中でマウスポインター一つで操作するのとか難しいじゃないですか。細かいねノブの調整とか特に。マウスポインターも一つしかないんで、そもそも2つ以上の操作できないし、もうスマホなんて特にですよね。このちっちゃい画面の中でちまちました作業なんか絶対に誤操作してしまうので、そこでこういうコントローラーとか使うと、細かい作業とか複雑な操作とかがしやすくなるよってことですね。だからあくまでミックス処理は PC 側でやってます。そのアプリをコントロールしてるだけ。もちろんあるんですけどね、それ自体に曲を再生させてミックス処理できる機能が備わってる機材とか、PC とかなしでスタンドアローンで DJ ができる機材もあるんですけど、その分値段が跳ね上がってくるので、今回は手軽なコントローラーの紹介に留めておこうかなと思います。で、またこのコントローラーがね、興味ある人も多いと思うんですけど、いっぱいあって迷うんですよ。これがまた。なので、最低限どこを見ておいてほしいかっていうと、対応アプリです。さっきも言った通り、基本的には DJ コントローラーとアプリって対になってるものなので、そのアプリに最適化された形になってます。なので、自分の使いたいアプリでその機材がちゃんと使えるのかっていうのは見ておく必要があります。あとはね、グレードの話になってくるので、高ければ高いだけボタンの数が増えてくるとか、でっかくなってくるとか、そういう感じになってますね。ボタンが多い分コントローラー側で操作できる項目が増えたりだとか、あとはパーツの質が良くなったりとか音質が良くなったりとか。でも結局ミックスをやっているのはやっぱり DJ アプリ側なので、あくまでコントローラーとして自分の手に使ってて馴染むものが一番いいんじゃないかなと思います。実際に触れる機会がある人はね、ぜひ触ってから決めてほしいなとは思いますね。僕のおすすめを一応紹介しておくと、さっきからここに出しているアルファシータの DDJ Flex4 っていうのがおすすめです。この機材ちょっと特殊で対応してる DJ アプリがめちゃくちゃ多いんですよね。大手のものだったら大体使えます。だからとりあえずいろいろ試してから決めたいなっていう人にもおすすめ。この接続がね USB-C 端子なのでスマホタブレットを接続するだけで電源いらずで DJ することができます。だからとにかくね万人におすすめできる。これはアルファシータ製なのでレコードボックスであれば無料で使えます。似た機材で DDJ Flex2 っていうのもあるんですけど、Flex4 をもうちょっと小型にして持ち運びしやすくしたようなモデルですね。できる限り安い方がいいとか、できる限り小さい方がいいっていう人はこっちもおすすめ。はい。PC、スマホで、その後 DJ コントローラーと話してきたんですけど、やっぱり音楽なんで、スピーカー準備したいっていう人はね、多いんじゃないかなと思います。PC からね、音とかも出せるんですけど、やっぱりスピーカーもあった方が音はかなりいいです。
まあでもね、スピーカーはね、正直好きなものでいいですよっていう感じではあるんですが、もう持ってる人はね、それで十分だと思いますし、例えば PC に PC スピーカーつけてる人はそれ使えばいいと思うし、こういうスマホとかで DJ したいっていう人はこういうモバイル型のスピーカーとかがやっぱりおすすめではあります。取り回しがしやすいので。でもこれから DJ 用に新しいスピーカーちょっと探してみたいなと思っている人におすすめするとしたらモニタースピーカーです。モニタースピーカーっていうのは原音に味付けとかをしないでフラットに鳴らしてくれるスピーカーのことですね。特に味付けとかをしないで忠実に鳴らしてくれるので音楽の制作現場とかのチェックに使われたりとかしてます。逆にこうメーカーの考えるいい音みたいな味付けがされているものをリスニングスピーカーとか言ったりしますね。リスニング用のスピーカー。正確な音のチェックとかに使うのがモニタースピーカー。で、こう気持ちよく聞くために使うのがリスニングスピーカーみたいな区分けでいいです。目的でね、ちょっと違うんですよね。なんで僕がモニタースピーカーをおすすめしてるのかっていうとですね、DJ ってミックスするときにこのイコライザーを調整するんですよ。その時にスピーカー自体に例えば低音と高音をブーストさせるような味付けがされていたりとかすると、やっぱ EQ の感覚ずれちゃうんですよね。音の細部もやっぱり解像度が高くて聞き取りやすいようになっているので、練習するんだったらモニタースピーカーの方がやっぱりおすすめです。ただまあ、自分一人で家で楽しむだけだとか、あとはお気に入りのスピーカーがあるとか、これで聞くのがやっぱり気持ちいいんだみたいのがある人は、もう全然それでいいと思います。やっぱり自分が楽しくできるのが一番いいと思うので、そういう人は全然何使ってもいいと思います、正直。おすすめのスピーカーあげるとしたら、個人的にはヤマハの HS シリーズなんかがいいんじゃないかなと思いますね。日本だと特に人気が高い気がします。この HS5 とか HS3 とか、この数字部分はウーハーの大きさです。HS5 は5インチ、HS3 は3インチのウーハーがついてます。僕が使ってるのがね、ちょっと持ってこようか。よし。これがですね、5インチですね。結構大きいよね。デスクの上に置こうと思うと、まあかなり存在感はありますね。だから3インチぐらいの方がデスクの上に置くんだったら取り回ししやすいかなとは思います。はい。じゃあ最後に紹介するのが DJ といえばのヘッドホンですね。今まで曲をミックスさせる PC とそれを操作するコントローラーとそのミックスした音源を再生させるスピーカーと紹介してきて、一見するとそれで十分な感じもすると思うんですけど、やっぱりね DJ するのにヘッドホンは欠かせないです。DJ ってこう曲を次々選んでかけていくわけなんですけど、やっぱりフロアで踊っている音楽を聴いている人たちには聞かせたくない音っていうのがあるんですよね。例えば次の曲を選ぶ時にちょっと自分だけ確認してみたりだとか、イントロどんな感じだったかなとか、あとはミックスする時にキック合わせっていうこう曲の歩幅を合わせるような作業があるんですけど、そういう裏作業をこのヘッドホンを使ってやってます。要はスピーカーから流している音とは別に自分だけ聞きたい音があるので、それを聞くために使ってるわけですね。なので DJ 用途で使うんだとしたら遮音性が高いものを選ぶ必要があります。外の音をちゃんとシャットアウトして自分だけ別の音を聞きたいので、ヘッドホンって大きく分けて2種類あるんですけど、外の音が一緒に聞こえるようになってる開放型っていうものと、完全にシャットアウトして外の音が聞こえないようになってる密閉型っていうものがあります。開放型はね、このハウジングの部分がメッシュになってたりとかしますけど、密閉型はね、完全にこんな感じで密閉されてます。当然密閉型の方が遮音性は高くなるので、 DJ 用途で使うんだったら密閉型の方がおすすめです。同じ理由でイヤホンで DJ する人も多いんですけど、イヤホンも遮音性の高いものを選んでください。イヤホンの場合はね、この耳に入れるところの形ですね。このインナーイヤー型とカナル型っていうのがあるんですけど、インナーイヤー型っていうのは、例えばアップルのイヤーポッツみたいな、こういう耳のくぼみ部分に乗せるようにして使うタイプのものです。つけ心地は軽いんですけど、やっぱり遮音性は低くなりがちですね。逆にカナル型っていうのはこの手話みたいに耳の穴にしっかりと押し込んで使うタイプのもの。耳の穴を完全に塞ぐので、やっぱり遮音性は高いです。なので DJ 用途で使うんだったらカナル型の方がおすすめですね。あとはもう最近ヘッドホンとかイヤホンって Bluetooth の無線のものが増えてきてるんですけど、 DJ 用途で使うんだったらこういう有線にしてください。 DJ コントローラーにもね、こういうヘッドホンを挿すところありますけど、無線だとね、どうしてもやっぱり遅延が発生してしまうので、まともに DJ するのはやっぱ難しいです。
とりあえずこの2点を守っておいてもらえれば全く使えないってことはないと思います。音質もね、低音が全く聞き取れませんぐらいのことでなければ、そこまでストイックに追い求めなくてもいいかなと思います。もちろんいいに越したことはないんですけど、DJ でヘッドホン使ってるとね、やっぱり付け外しが多いので、よく壊すんですよ、みんな。そうなってくるとね、やっぱなかなか高いものを使うの怖いっていうのはありますよね。なるべく作りがしっかりしたものを選ぶとかね、もうできるだけ丁寧に扱うとかね。そうやって回避するしかないかなと思いますけど。で、あとね、その他にあるといいよっていう機能としては、これもそうなんですけど、やっぱりリケーブルできるものおすすめですね。このイヤホン本体からケーブルを取り外すことができるので、だからケーブルだけを交換したりとかできるんですよね。ヘッドホンとかイヤホンが壊れる多くの理由がこのケーブルの断線だったりするじゃないですか。なのでケーブルの部分だけを交換してあげると長く使ってあげることができるので、あとはヘッドホンだったらカールコードに変えてあげたりとかもすることができるので、これに交換してあげるとコードがね下にブラブラ垂れたりっていうこともないので、気になるっていう人は考えてみてもいいと思います。こういう感じでね、自分好みにカスタマイズできるっていうのもいいところですよね。ちなみに僕の場合このイヤホンのコードをですね、オリジナルからちょっと長いものに交換してます。 1.6 メートルだったかな。 DJ 中に長い方がね動きやすいなってことで交換してます。あとはこのイヤーピースね、耳に入れるところ、これを低反発のものに変えたりとかして遮音性を高めてます。耳の形って人それぞれ違うので、ちょっとイヤーピース変えてみるだけでもね、だいぶフィット感変わるんで結構おすすめですよ。あとはヘッドホンでいうとこのハウジング部分がね、動くタイプが自由度が高くて使いやすいです。この横軸に回転するやつとかもあったりとかするんですけど、片耳で聞いたりとかね、聞き方の自由度が高いので、それもおすすめです。いろいろ考えるのめんどくさいっていう人は、アルファシータから DJ 用のヘッドホンがそもそも出ているので、こっから選んでおけば、とりあえず間違いないです。ちゃんとしてる分、なかなかいい値段しますけどね。はい。今日紹介するのは以上ですね。DJ 始めるために必要になってくるものを今日は紹介してきたわけなんですけれど、やっぱりね、これがすごいです。これ、スマホ一つで DJ できるようになったので、本当に手軽になったなと思います。ネットに繋がってるので、曲もストリーミングから持ってこれるし、本当に DJ コントローラーと USB-C1 本繋ぐだけでどこでも DJ できちゃいますからね。はい。このチャンネルではですね、こんな感じで DJ 初心者の方に向けて情報発信してますので、参考になったよっていう人はですね、よかったらチャンネル登録といいね、あとはハイプなんかね、してもらえると嬉しく思います。それではまた次回の動画で。